私は梅、社長の椅子に一度は座ってみたい女の子。この子はミカちゃん、密着取材で名言を残そうとする社長がこの世で一番嫌いな人種だという女の子。この子はアラちゃん、将来の夢はなんかの社長とぼんやりした野望を書いていた女の子。私たち一生懸命敵さんと戦っとったのに、気づいたら大規模事件の犯人が捕まり、いつの間にか私たちの疑いも晴れて事件が一件落着したんやけど、そんなことで納得できるはずもない私たちは社長の元へやってきたのでした。ひどいじゃないですか社長、私たちの弁明を一切聞いてくれずに犯人扱いやなんて。せやで、気づいたらとかいつの間にかで視聴者がごまかされると思わないでよ。そうですよ、もっと違う形で世間の注目を浴びたかったのに。フレームのベクトルが一人だけあらぬ方向へと向いているわん。社長はんよ、今回の件はどう落とし前つけてくれるんだよ。話ややこしなるから人気ラッパーコンビは引っ込んどいてくれへん。今回のことはほんまに申し訳ないと思ってる。どうお詫びしていいもんか。あのな、謝って済むなら主審はいらへんねん。上等区は警察やけど大きく間違っとるとも言えへんから強くも指摘できへんのよ。手違いがあったとはいえ、この世界の運営をする立場として最大限の治安維持に努めた結果やったんや。社長もこの世界を守ろうと必死やったんですね。まあ悪気がないことは分かりましたし、今回の件は私たちも水に流しましょうよ。確かにもう済んだ話やしな。これで本当の一件落着だわん。いや勝手に流さんといてくれる。こんな綿あめ程度の軽い謝罪でうちらが許すと思ったら大間違いやで。7分の6が納得して民主主義として成立しとったやろ。アラちゃん、どんなにすごい人間であっても間違いや過ち、失態や不手際、過失や粗相やしくじりは犯すものなんよ。ミスしたのは事実やけど粒立てすぎやない？一番許してへん雰囲気を醸し出してるけども。言葉だけの謝罪に価値なんてないんよ。の謝罪動画もそうやろ。その場しのぎで謝罪して注目を集め、結局はその後の動画再生数につなげようと躍起になってるだけ。むしろ謝罪に価値を見出してるんは謝罪側。おかしな仕組みやろほんま。触るものだけならいざ知らず、触らんものまで傷つけるのやめたり。それじゃあアラはどうしたら納得するん？社長さんには誠意を見せてほしいんや。確かに誠意はパリみたいわ。誠意と言われても、具体的にどういった？具体的な提案したらこっちが悪者になるやん。それは魔法少女として言語道断やろ。その辺は大人として察してや。ほぼ脅迫に近い手口なのにどの口が言ってるわん。これはあくまでも例えばやけど、高級レストランのお食事券とか、私からの例えばは遊園地のフリーパスとか。もうそれは具体例なんよ。独り言ではまかり通らん声量で室内全員の耳に行き届いたで。でもこれだけは社長にはっきり言っておきますけど、私たちそんなに安くないですからね。真っ先に水に流そうとしてた人間とは思えぬ追撃だわん。こいつらここぞとばかりに何かしらで得をしたいというハンターの名しとる。それやったら有馬温泉の宿泊券などでいかがでしょう。うちらそんなつもりで得たわけとちゃうで。嘘つけ。そんなつもりしかない。そんなつもりはそうだったろ。ではこれで今回の件は手打ちということで。よっしゃー、みんなで温泉旅行決定や。まずは日程を決めなきゃやな。ちなみに真犯人って一体誰やったんですか？大規模事件を起こした真犯人はこの人です。泉ちゃんがその。関西保管計画の最終仕上げだ。